今から大昔の地中海周辺で起きた信じられないほど大きな文明の崩壊についてお話しします。それは青銅器時代という時代の終わりに起きた大災害のことです。エリック・ H ・クラインさんの本をベースに最新の科学な証拠を交えてまるでドラマのように再現してみましょう。まずクラインさんが唱えたパーフェクト・ストームという考え方についてです。これはたった一つの原因ではなく、いくつもの悪い出来事が同時に襲いかかってきた嵐のような状態を指します。当時の社会はとても高度に分業化されていました。お互いに助け合って成り立つネットワークのような社会だったのですが、それが逆に弱点になりました。どこか一箇所が壊れると、それがドミノのように全体に広がってしまう仕組みだったのです。例えば、ヒッタイト帝国という国は、鉄や銅の供給ルートに大きく頼っていました。ところが、遠くの鉱山で掘り出せる量が減ると、武器を作ることができなくなります。すると、国を守る力が弱まり、外から攻めてきた敵に対して、なすすべもなく負けてしまう、そんな恐ろしい連鎖が起きたのです。この連鎖の根本にあったのは、気候の変化による長い干ばつでした。木の年輪や湖の底に溜まった土を調べると、紀元前15世紀から13世紀にかけて、雨が極端に少なくなったことが分かっています。畑の作物は半分くらいまで減り、小麦や大麦が育たなくなりました。食べ物がなくなれば、ひどい飢えが広がります。さらに、都市に住む人が減り、働く人がいなくなり、国に入る税金も激減します。お金がなくなれば、軍隊に使う費用を削らざるを得ません。こうして、国の中がボロボロになり、外からの攻撃にとても弱くなってしまったのです。次に、国と国を結ぶ貿易のネットワークが壊れたことです。当時の貿易ルートは、エジプトからレバントの港、そしてアナトリア高原へと広がっていました。そこでは、錫や銅などの金属や、象牙、香木といった贅沢品がやり取りされていました。ウガリットという町はその中心地でしたが、ある時、そこにある粘土板の記録が突然途絶えます。これは、貿易の網が完全に切れてしまったことを意味しています。貿易が止まれば、資源を分け合うことができなくなります。輸入に頼っていたヒッタイトやミケーネの王国は、食べ物不足を補う手段を失いました。さらに、貿易船が減ったことで海の警備が手薄になり、海の民と呼ばれる集団が簡単に攻め込める状況になってしまいました。この海の民という人々は、エジプトの壁画などに海から来た侵略者として描かれています。しかし最近の研究では、彼らは単なる悪者ではなく、環境難民だったという側面が注目されています。ひどい干ばつで故郷の畑がダメになり、生き延びるために新しい土地を探して海を渡った人々だったと考えられています。つまり、海の民が現れたのは原因ではなく、社会全体が限界を迎えていた結果だったと言えるでしょう。ここで、ドミノ効果という言葉が出てきます。一つの国が崩壊すると、隣の国への支援が止まり、逃げてきた人々が流れ込み、さらに食べ物が足りなくなります。例えば、ヒッタイト帝国が首都ハとウシャを失った瞬間、同盟を組んでいた小さな国々も防衛費を削らざるを得なくなり、シリア北部の都市が次々と落ちていきました。一つの破綻が次々と連鎖し、地域全体が崩壊に飲み込まれていく。まさにドミノが倒れる音が聞こえてくるようです。クラインさんは、これをシステムが吸収できる限界を超えた瞬間だと表現しています。当時の社会は効率ばかりを追い求め、回復力を犠牲にしていました。今の言葉で言えば、在庫をほとんど持たないジャスト・イン・タイムのような運営をしていたのです。そのため、短期間にいくつものショックが重なると、自分たちで直すことができず、全体が崩壊してしまいました。この歴史の教訓は、今のグローバル社会にも当てはまります。今の世界も、デジタル技術や物流で強く結ばれ、お互いに依存し合っています。しかし、気候変動による異常気象や、国同士の緊張が同時に起きれば、同じようなパーフェクト・ストームが起こるかもしれません。最近、
熱波や洪水で農作物が減り、食料価格が上がって社会が不安定になるケースがありますが、これは古代の飢饉や貿易の断絶による混乱と驚くほど似ています。それでは、それぞれの文明がどうやって崩壊していったのか、具体に見ていきましょう。まずはヒッタイト帝国です。シトハとウシャの宮殿跡からは、火災の跡と一緒に、作りかけのまま放置された金属加工の炉が見つかっています。これは、材料が届かなくなり、仕事が止まってしまった証拠です。また、王様の記録には神々の怒りと書かれており、宗教な儀式ができなくなったことで、王としての権威を失ったと考えられています。次にミケーネ文明です。ギリシアの丘にあるミケーネの遺跡では、大きな壁が崩れ、家々が焼けた跡がたくさん見つかっています。年代を調べると、紀元前12世紀の中頃に集中しており、同じ時期にエジプトの港町でも同じような火災の跡が見つかっています。もともとは海の民が攻めてきて焼いたと言われていましたが、実はその前に干ばつで食べ物がなくなり、住民が国を守る力を失っていたため、外敵に対抗できなかったという説が有力です。エジプトの新王国については、ラムセス3世の死後に王位を争う激しい争いが起き、国のまとまりがなくなりました。ナイル川の氾濫が不安定になり、農業がうまくいかなくなったことで、王家の財布が底をつきました。さらに、貿易が止まって金属が入ってこなくなったため、軍備を維持できず、辺境の砦が次々と落ちていったと考えられています。ウガリットは、地中海の貿易拠点として映えていましたが、紀元前12世紀の終わりに記録が途絶え、港の施設が土にうずもれた状態で発見されました。これは、海面が上がったり高潮が起きたりして、港が浸水したためだと思われます。自然災害と人間による問題が同時に起きた例です。港が使えなくなれば貿易は止まり、ウガリットに頼っていた周りの地域も資源不足に陥りました。このように、それぞれの文明は違う問題を抱えていましたが、干ばつ、飢饉、貿易の停止、海の民の侵入という共通の圧力にさらされました。そして、お互いに影響し合いながら崩壊の連鎖を作ったのです。これは単純な原因と結果ではなく、複雑に絡み合った動きであり、現代のシステム科学の考え方にとても近いものです。ここで、研究の難しい点についても触れておきます。まず、残っている資料が少なすぎることです。多くの粘土板やパピルスは、風化したり盗まれたりして失われました。残ったものも解読が難しい文字で書かれているため、解釈する人の考え方が入りやすく、本当の原因を特定するのが難しいリスクがあります。また、年代測定にも数十年のズレがあるため、違う地域で起きた出来事を正確に並べることが困難です。さらに、有名な遺跡ばかりが調べられ、辺りにある小さな村などのデータが足りないため、地域ごとの違いが見逃されている可能性があります。これらの課題を解決するために、新しい方法が期待されています。AI を使った解析では、壊れた粘土板の文字を復元し、失われた内容を推測できます。また、骨の分析によって、当時の人々がどこから来て何を食べていたかを調べ、貿易の実態を明らかにできます。古気候学では、木の年輪や氷の芯などを組み合わせて、乾燥がいつ、どこまで広がったかを詳しく再現できます。さらに、ネットワーク科学を使えば、貿易ルートのどこが弱かったのかを可視化し、ドミノ効果がどう伝わったかをシミュレーションできます。仮想な社会モデルを使えば、複数の問題が同時に起きたときにどうなるかを検証できるのです。最後に、現代への教訓をまとめます。第一に、社会の回復力を高めるためには、予備の在庫や代わりの供給ルートを確保し、一箇所の故障が全体に広がらない設計にすることが大切です。第二に、気候変動を早く察知し、農業のやり方を変えたり水管理を柔軟にしたりして、食料を確保することです。第三に、国際な情報共有と協力体制を作り、移動する人々が現れたときに、単に侵略者として追い出すのではなく、
支援や統合などの政策を通じて社会の摩擦を減らす視点を持つことです。古代の青銅器時代に起きた大崩壊は多くの要因が重なり合って起きました。歴史は繰り返すと言われますが、私たちが過去の失敗を正しく理解し、今の社会の弱さを把握すれば、未来の大災害を防げるはずです。さて、ここからはさらに深く、崩壊の細かな様子を見ていきましょう。地中海東部の小さな都市国家、例えばアルメニア高原の山岳集落や、レバント沿岸の漁村についてです。これらの共同体は、主に海の港と小さな畑に頼っていたため、雨が減ったことで直接に食べ物がなくなりました。最近の分析では、紀元前12世紀の終わりに、海底の土の塩分濃度が急激に上がった跡が見つかっています。これは海面が上がると同時に、内陸の飲み水が枯渇したことを示しています。こうしたストレスで、共同体の中で資源を奪い合う争いが激しくなり、結果として防衛力が落ち、外からの攻撃に弱くなったと考えられます。次に、アナトリア高原にある山岳王国の例です。ここでは金属の採掘が盛んでしたが、鉱山が次々と閉鎖された記録があります。その背景には、地下水位が下がり、鉱石が酸化してしまったことがありました。これもすべて、乾燥化による地下水の流れの変化に関係しています。さらに、作業場の土から銅と錫を混ぜる比率が急激に変わったことが分かりました。これは、貿易ルートが切れたことで、輸入する金属の供給が不安定になったことを物語っています。これは一つの結果だと言えます。金属の資源が足りなくなったことで、武装した集団が装備を維持できなくなりました。その結果、土地を守る力がなくなり、防衛が形だけのものになってしまったという不幸な連鎖が見えてきます。一方で、黒海の海岸にある港町では、船の残骸と一緒に大量の陶器の破片が積み重なって見つかっています。これらの陶器には、遠く離れたエジプトやメソポタミアとの交流を示す飾り付けがされており、当時の人々が広いネットワークで貿易をしていたことがわかります。しかし、同じ場所からは、細かく砕かれた貝殻が急激に増えていることも分かりました。これは、貝を取りすぎて海の中の資源が底をついたことを示すサインです。海の資源がなくなると、食べ物だけでなく、船を作るための木材の供給にも影響が出ます。その結果、航海する力が落ち、外から攻めてきた敵に対抗できなくなったと考えられます。さらに、気候が変わった具体な証拠として、山の氷河から取り出したサンプルの分析が重要です。このデータからは、紀元前12世紀にかけて、急激に気温が下がり、雨や雪の量も同時に減ったことが分かっています。この時期の地層では、農作物の収穫量を示す植物の数が目に見えて減っており、食料不足が社会全体に広がったことは明らかです。食べ物が足りなくなると、単に上に苦しむだけでなく、社会の上の層と下の層の間で緊張が高まり、支配者の権威が揺らぐ原因になります。特に、お祈りの施設からは、これまでの神様への捧げ物が減り、代わりに新しく現れた守護神の像がたくさん見つかっています。宗教なルールが変わったことが、政治な混乱と結びついていた可能性があります。ここで、最近注目されている計算モデルの話をしましょう。個々の農家が気候の急変に直面したとき、どう行動するかをシミュレーションした研究があります。その結果、ある一定以上の乾燥が進むと、多くの農家が都市へ流れ込み、都市の食べ物の需要が急増しました。一方で、都市の設備は限界を迎え、最終に都市そのものが崩壊するというシナリオが再現されたのです。これは、古代においても、都市への人口集中が崩壊の引き金になり得たことを示す重要なヒントです。また、ネットワーク科学の視点からは、貿易ルートの中心となる都市が失われたときに、ドミノ倒しのように崩壊が広がる仕組みが研究されています。具体には、各都市を点、貿易路を線としてつなぎ、どの都市が重要かを計算します。中心となる重要な都市が機能しなくなると、ネットワーク全体の効率が急激に下がり、
周りの都市が孤立していきます。実際にこのモデルを使うと、ウガリットという港の機能が失われた後に、周りの地域の経済が縮小していったパターンと強く一致しました。つまり、貿易ネットワークの脆さは、単なる物流の問題ではなく、社会全体の安定を左右する根本な原因だったと言えるでしょう。さらに、当時の人々の食生活の変化に注目した骨の分析結果も報告されています。骨に含まれる成分を調べると、家畜の肉を食べる割合が急激に減り、代わりに野生動物や魚介類に頼るようになったことが読み取れます。この変化は、農業がうまくいかなくなり、野生の獲物を探す範囲を広げざるを得なかったことを示しており、土地の使い道をめぐる争いが激しくなったことを裏付けています。こうした土地の奪い合いは、領土争いや部族同士の衝突を引き起こし、社会がまとまることを邪魔したと考えられます。加えて、宗教の在り方の変化についても詳しく見ていきましょう。遺跡から出土したお祈り用の陶器には、これまでの太陽の神様や風の神様を象徴する模様が減り、代わりに地下水や雨を象徴する渦巻き状の飾りが増えています。この変化は、乾燥による水不足への強い不安が、宗教な表現に現れた結果だと言えます。信仰そのものが、環境の変化に適応しようとした姿が見て取れます。こうした宗教な適応は、一時に人々をまとめる役割を果たしましたが、根本な資源不足を解決することはできませんでした。そのため、最終には儀式が形だけになり、信仰心が薄れ、政治な権威の崩壊を早めることになりました。次に、新しく発見された遺跡の例を挙げます。ヒッタイト帝国の西の端にある、まだあまり知られていない要塞の跡です。ここでは、壁の中に大量の貯蔵庫が作られており、長期な食料備蓄が計画されていたことが分かっています。しかし、貯蔵庫の底には腐った穀物の跡がたくさん残っており、保存技術に限界があったことが露呈しています。保存に失敗したことで、備蓄は役に立たなくなり、敵が攻めてきた時に十分な食料を供給できなかったことを示唆しています。さらに、要塞の中の居住区からは、戦った後と一緒に、大量の子供の骨が散らばっているのが確認されました。これは、激しい防衛戦の中で、戦わない人々までもが犠牲になったという悲劇な側面を浮き彫りにしています。また、エジプト新王国の南のデルタ地域では、水路を直した跡が急激に減っている層が見つかっています。水路が捨てられたのは、ナイル川の氾濫のパターンが不規則になったためで、その結果、農地が狭まり、税金を集める基盤が崩壊したことを示しています。税収が減れば、軍事費を削らざるを得なくなり、辺境の防衛拠点が次々と落ちる直接な原因となりました。さらに、役人の数が減ったことで行政サービスが低下し、地方に住む人々の不満がたまったことで、内部反乱の火種が生まれたと考えられます。以上のさまざまな要素をまとめて考えると、古代の青銅器時代に起きた大崩壊は、一つの原因ではなく、多くの問題が重なり合って起きた結果であることが改めてわかります。気候変動、資源の枯渇、貿易網の断絶、社会階層の緊張、宗教な適応の失敗、そして防衛力の低下、これらが時間の流れの中で重なり合い、限界点を超えたとき、システム全体が急速に崩壊へと向かいました。この複雑な動きは、現代の私たちが直面している気候危機や、サプライチェーンの脆さと驚くほど似ており、過去の教訓を生かすことの大切さを強く教えてくれています。そこで、現代社会への具体な提案として、3つの戦略な柱を提示します。1つ目は、供給源をたくさん確保することです。一つの資源供給地に頼らず、代わりの産地や再生可能エネルギーへの転換を進め、システム全体の余裕を高めます。2つ目は、気候変動に適応した農業を取り入れることです。乾燥に強い作物の改良や雨水をためる技術を広めることで、雨の量の変動に対する農業の強さを高めます。3つ目は、情報ネットワークを分散させ、協力して危機を管理することです。地域ごとのデータ共有の仕組みを作り、
早く危険を知らせて迅速に支援できる体制を整えることで、外から人が流入したとき、排除するのではなく受け入れて統合することを目指します。最後に、今後の研究の方向性についてです。重点を置くべきは3つの方向です。1つ目は、より精密な呼気候モデルを深めることです。氷や湖の底から得られたデータを統合し、地域ごとの乾燥パターンを詳しく再現します。2つ目は、遺跡のデジタルツインを作ることです。3次元スキャンと AI 解析を組み合わせ、崩壊前後の都市構造の変化を仮想空間で再現し、原因と結果をはっきりさせます。3つ目は、複合なネットワークシミュレーションを広げることです。貿易、軍事、宗教、食料供給といった異なるネットワークを統合し、それらがどう影響し合うかを評価することで、システム全体の弱い点を見つけ出します。これらの方法によって、古代の大崩壊が持つ複雑な仕組みを解き明かし、現代社会のリスク管理に新しい視点を提供できるでしょう。歴史は単なる過去の出来事の並びではなく、未来への指針をくれる鏡です。私たちが過去の失敗を正確に再現し、システム全体の弱さを包括に理解することで、次の大災害を未然に防ぐ知恵を得ることができます。ぜひ、多角な視点と最新技術の融合を通じて、古代崩壊研究の新しい流れを共に切り開いていきましょう。この呼びかけに応えるために、まずは地域ごとの詳細な事例を検証することが欠かせません。例えば、アナトリア高原の東にあるカラハユク遺跡群では、ヒッタイト帝国末期の層で、土器の形が変わり、同時に金属加工の跡が急激に減っていることが分かっています。これらの層から採取された微粒子を調べると、従来の銅と錫の配合比率が崩れ、代わりに鉛や亜鉛などの不純物が混ざっていることが示唆されます。これは、主要な鉱山の供給ルートが断たれ、代わりの資源に頼らざるを得なくなった結果、金属製品の質が落ち、貿易上の価値を失ったという連鎖が起きたと推測されます。さらに、居住区の壁画には戦闘シーンが増え、装備が簡素になっていることから、軍事力を維持することが困難になったことが裏付けられます。一方、エジプト新王国の北の沿岸部に新しく発見されたサンケトポート以降は、海上貿易の中心地だったことが、土の中の塩分濃度と船の残骸の分布から判明しています。しかし、地層の分析により、紀元前12世紀後半の層で土の積もる速度が急激に落ち、港の施設が埋まったことが確認されています。この現象は、海面の上昇と高潮が増えたことが港の機能を邪魔し、遠くとの貿易網が断たれた直接な証拠と言えます。貿易網の崩壊は、輸入していた食料や工芸品の不足を招き、都市の中の食料備蓄が底をついたことにつながっています。実際、倉庫跡からは保存状態の悪い小麦の粒がたくさん回収され、腐敗による栄養の損失が記録されています。さらに、ウガリットの内陸にあるアルマルブ遺跡では、お祈り用の石碑に刻まれた文字が、これまでの神話から離れ、災害を予言するような内容に変わっていることが分かりました。文字の解析からは、乾燥による地下水位の低下を暗示する言葉が何度も出てくることが分かり、宗教な儀式が環境危機への警告という役割を持つようになったことを示唆しています。このような精神な適応は、一時に共同体の結びつきを保つ手段となりましたが、根本な資源不足を解決することはできず、結果として信仰心が薄れ、指導者への不信感が広がったと考えられます。ミケーネ文明に関しては、ギリシャ本土のペロポネソス半島西部に新しく作られた調査チームが、城壁の再建計画が途中で放棄された証拠を発見しました。城壁の土台はできているものの、上の石の配置が終わっておらず、建設資材の供給が止まったことが示唆されます。この中断は、周りの国々との戦争の圧力が高まり、労働力と資材が軍事名へと回された結果だと解釈できます。また、この地域の墓の在り方の変化も注目されます。これまでの豪華な副葬品が減り、簡素な土器と骨だけが埋葬されるケースが増えたことは、社会の階層が崩れ、
富の再分配が進んだ証拠です。以上の個別の事例は、すべてシステム全体が限界点に向かう過程で起きた局所な破綻の具体例と言えます。ここで重要なのは、それぞれの地域が独自の環境ストレスや外部の圧力に対処するために取った適応策が、かえってシステムとしての弱さを露呈させた点です。例えば、ヒッタイトが要塞の中に大量の貯蔵庫を作った試みは、長期な備蓄という点では先進でしたが、保存技術が未熟だったことが裏目に出て、実際の食料供給能力を下げてしまった結果となりました。同様に、古代エジプトが灌漑用水路の改修をやめるという決断を下したとき、一時なコストは減ったかもしれません。しかし、その代償は想像以上に大きなものでした。農業の土台そのものが揺らぎ、食料生産が大きな打撃を受けたのです。こうした歴史の教訓を生かすために、現代のリスク評価に新たな視点を取り入れるべきだと考えられています。その一つが、資源供給の多層化指数です。これは、一つの供給源に依存しすぎていないかを数値で表し、代替の資源がどれだけ簡単に見つけられるか、またその切り替えにどれだけのコストがかかるかを評価するものです。二つ目は、環境変動感大型社会構造指数です。気候の変化が農業にどれだけの影響を与えるか、そしてその影響を社会のさまざまな層がどれだけ柔軟に受け止められるかを測る指標です。3つ目は、文化適応体制指数です。宗教な儀式や慣習が、環境の危機に直面した時にどれだけ素早く変わることができるかを、古い文献や遺物の分析から数値化します。これらの指数を使えば、過去の文明の崩壊パターンと現在の弱点を比較し、視覚に表すことができます。具体には、遺跡から見つかった炭素年代測定データと、氷床コアから得られた微小な氷の粒子の同位体比を組み合わせることで、気候の変化を時間ごとに詳しく追うことができます。また、交易ネットワークを点と線で表し、その点を一つ取り除いたときにどれだけの影響が出るかをシミュレーションすることで、特定の交易拠点が失われた場合の全体への影響を計算します。さらに、AI を使った画像認識技術で、壁画や陶器の装飾を自動で分類し、宗教なシンボルがどれだけの速さで変化してきたかを時系列で追跡します。これにより、文化な適応の速さや範囲を客観に評価できるようになります。こうした多角な分析結果を政策に生かす仕組みを作れば、古代の大崩壊が教えてくれる複合なリスクの認識が現代の防災や減災戦略に直接役立つことは間違いありません。過去の失敗を単なる歴史の出来事として片付けるのではなく、システム思考の教材として活用することで、私たちは未来の不確実性に対してより強固な社会を築くことができるでしょう。今後の研究では、遺跡データのデジタル化と高度なシミュレーション技術を組み合わせ、古代の崩壊の原因を解明するだけでなく、現代の危機管理に即座に役立つ知見を提供することが求められます。さらに、海上民族の侵入が及ぼした影響について、地中海東部の沿岸都市で見つかった総医学な証拠をもとに新たな解釈が提案されています。特に、シリア北部の古代港湾遺跡で見つかった焼結土器の破片は、これまでの地元の様式とは違う装飾パターンをしています。これは、海上民族が持ち込んだ技術な影響の直接な痕跡と考えられています。これらの土器は、炭素年代測定によって今から3000年以上前の7世紀前半に作られたことが分かっており、同時期の文献に登場する海の民の活動範囲と時間が一致します。これは単なる略奪行為にとどまらず、交易路の再編成と文化な混交が同時に進んでいたことを示しています。また、乾燥化の進行を示す堆積物中の酸素同位体比の変動から、紀元前12世紀後半から11世紀初頭にかけて、急激な降水量の減少があったことが分かっています。アナトリア高原の氷河堆積物に見られる微細な粒子の増加は、山岳氷河の後退と関連しており、これがヒッタイト王国の農耕地帯での収穫量低下を引き起こしたと推測されます。さらに、
ヒッタイトの首都近くで発掘された穀物貯蔵層の内部壁面には、腐敗を防ぐための油脂塗布の痕跡がほとんど残っていません。これは、保存技術の未熟さが食糧危機を加速させた可能性が高いことを示しています。エジプトでも、ナイル川上流部の灌漑用水路の建設計画が途中で中止された遺構が確認されています。これらの水路は、上流の雨季の降水量が減少したことに対する対策として設計されたものですが、資材の調達が難しく、労働力も不足していたために完成しませんでした。その結果、下流域の農地は灌漑面積が縮小し、米や大麦の生産量が大きく低下しました。これに伴い、王家の穀物備蓄庫から出土した泡粒には、乾燥による割れ目が多数認められ、保存状態が非常に悪かったことが分かっています。ウガリットの交易ネットワークの崩壊については、港湾都市の埋没層に含まれる塩分濃度の急上昇が注目されています。これは、海面上昇と降潮の頻度の増加を直接示す指標です。降潮による港湾施設の侵食は、船舶の係留設備を破壊し、遠隔地との貨物輸送が実質に停止したことを裏付けます。このような物流の断絶は、都市内部の食料備蓄を急速に枯渇させ、結果として社会不安と内部抗争を誘発したと考えられます。ミケーネ文明では、ペロポネソス西部の山岳要塞で発見された石碑に刻まれた天候予兆の文字列が、当時の気象観測と密接に結びついていたことが新たに分かってきました。これらの文字は、連続した干ばつ期間を警告する内容であり、祭祀儀式と合わせて農業カレンダーの調整を試みた痕跡と解釈できます。しかし、同時期に遺跡内で発見された武器の鋳造技術が低下し、金属資源の供給が途絶えていたことから、軍事な防衛力も弱体化していたことが明らかです。防衛力の低下は、海上民族の侵攻に対する抵抗力を削ぎ、最終な城壁放棄へとつながったと推測されます。このように、各地域で観測される環境ストレス、資源供給の断絶、外圧の増大は、個別の適応策が相互に作用し合うことで、システム全体の臨界点を押し上げました。特に注目すべきは、ヒッタイトが要塞内部に大量の地下貯蔵層を設置した試みが、逆に湿度管理の不備により穀物腐敗率を上昇させ、長期な備蓄能力を損ねた点です。また、エジプトが灌漑用水路の改修を中止した決断は、短期な財政負担の軽減には寄与したものの、農業基盤の脆弱化という形でシステム全体の耐久性を低下させました。さらに、海上民族の侵入は、単なる外部衝撃ではなく、既存の交易ネットワークを再構築させる内部刺激となり、結果として多層な依存関係が崩壊するドミノ効果を引き起こしました。こうした複合要因を統合に評価するために、現代のシステム思考モデルに新たな指標を組み込むことが提案されています。その一つが、交易ネットワーク上調整指数です。これは、主要な交易拠点が失われた際に、代替経路がどれだけ機能するかを、グラフ理論に基づくシミュレーションで数値化するものです。2つ目が、環境変動適応速度指数です。気候データと社会資源配分の変化率を比較検証することで、環境の変化に対する社会の適応速度を測ります。3つ目が、文化記憶保持指数です。採取文献や象形記号の変容速度をテキストマイニングで測定し、危機対応における精神な回復力を可視化します。これらの指数を用いた多変量解析により、古代崩壊の因果構造を定量に再構築できるだけでなく、現代社会が直面する複合リスクに対する予測精度を向上させることが期待されます。特に、気候変動が農業生産に与える影響と、国際な物流網の脆弱性が同時に顕在化した場合のシナリオ分析は、政策立案者にとって不可欠な情報源となります。今後は、遺跡データの3次元デジタル化と、AI によるパターン認識技術を融合させ、過去の崩壊パターンをリアルタイムでモニタリングできるプラットフォームの構築を目指すべきです。